皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回の動画では生物科学システム理論 BST とは何かについてお話ししました。BST を利用するにはまず与えられた代謝反応ネットワークに対して S システム型方程式を設定する必要があります。そこで今回の動画ではいくつかのネットワークを例として S システム型方程式を設定する方法を説明します。S システム型方程式は1式のように与えられましたね。代謝物 xi のプール A は他のプールから流入する複数の流速とこのプールから他のプールへ流出する複数の流速が存在する可能性があります。S システムではこれらを流入流速と流出流速ごとにそれぞれ一つのべき乗速型式で表します。よって S システムの特徴は式の右辺が2つの項からなることです。それではいくつかの代謝反応ネットワークを例としてこれらを1式の形で表してみましょう。最初の例は直鎖状の代謝反応ネットワークです。代謝物 A は酵素1の触媒作用により上流の代謝物から生成されます。この代謝物は酵素2の触媒作用により代謝物 B となります。さらにこの代謝物は酵素3の触媒作用により別の代謝物へ変換されます。最初にこのネットワークを BST の記号を使って表します。次にネットワーク内の代謝物濃度に対して微分方程式、すなわち S システム型方程式を2、3式のように設定します。使用する記号は原則として1式に従ってください。ただし X2 に対する3式中の V2 は X1 に対する2式中の V-1 と同じなので V2 の項を V-1 の項で置き換えます。これはパラメータの数を少なくすることで式の変形を容易にしたりパラメータへ値を割り当てやすくしたりするためです。2番目の例はフィードバック阻害を受ける直鎖状代謝反応ネットワークです。代謝物 A の生成に関わる酵素が下流の代謝物 B により阻害を受けています。阻害や口述するネットワークモデルで現れる活性化に対してはその作用を破線で表します。そして阻害と活性化を区別するためそれぞれマイナスを丸で囲んだ記号とプラスを丸で囲んだ記号を矢印の近くに添えます。BST の記号を使ったネットワークは図のようになります。それでは S システム型方程式を設定しましょう。この例では X1 の合成反応が X2 により阻害されているので V1 を4式の右辺の第1項のように書きます。5式は例2の式と同じです。例3は分岐のあるネットワークです。上流の代謝物から合成された代謝物 A は異なる酵素の作用により代謝物 B と C へ変わります。前と同じように最初にネットワークを BST の記号で表します。次に S システム型方程式を設定します。X1 の式には流出流速が2個ありますが S システムではこれらを一つにまとめ小味の流速 V-1 として6式のように表します。これらの流速は X2 と X3 のプールでは流入流速となります。よって V-1 は V2 と V3 の和に等しいはずですね。これにより X2、
X3 の S システム型方程式はそれぞれ7、8式のようになります。例4は例3のネットワークに阻害と活性化の記号を加えたものです。これを BSD の記号で表すと図のようになります。このネットワークに対して S システム型方程式は9、10、11式のようになります。間違いがないかを確認してください。最後の例5は2つの代謝物から1つの代謝物が合成される変化を含むネットワークです。これを BSD の記号で表すと図のようになります。X1、X2 に対する S システム型方程式は簡単ですね。12、13式のようになります。X3 プールへは X1 と X2 のプールからの流入流速があります。そこでこれらを一つにまとめ X3 プールへの正味の流入流速 V3 として14式のように表します。この時 V3 は V-1 と V-2 の和に等しいことが明らかですね。以上の作業が S システム型方程式構築の基本です。これを身につければ、さまざまなネットワークに対して S システム型方程式を導くことができるようになります。最後に3つの練習問題を与えます。自分で S システム型方程式を設定し、私が書いた式と同じになるかを確かめてください。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。